皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。お家でのパン作りではもちろん、ベーカリーでも多く使われているインスタントドライイーストですが、メーカーによってイースト臭がするとかしないとか、よく膨らむとか膨らまないとか、様々な口コミや噂話を目にします。ですが、メーカーが違うだけで本当にそんな差があるのでしょうか。今回は異なる5種類のインスタントドライイーストを使ってパンを作り比べて、生地感や完成品の違いを解説します。それではどうぞ。まずは今回の比較で使う5種類のイーストについて解説します。1つ目は世界の定番ルサッフル社の赤ラベル、通称赤サフ。2つ目はこちらも同じルサッフル社からの金ラベル、通称金サフ。これらサフのイーストはベーカリーでもよく使われていて、お家でパン作りをする人の間でも、特にある程度の経験者から風味や膨らみの良さを理由に選ばれていることが多いようです。3つ目はその辺のスーパーでも買える日清のスーパーカメリアです。初めてのパン作りではこれを使ったという人も多いのではないでしょうか。僕も初めて作った時はこれでしたね。4つ目はスーパーの製菓材料コーナーでたまに目にする強立食品のホームメイドケーキシリーズのドライイーストです。こういったスーパーで手軽に買えるイーストに対して、イースト臭がきついとか膨らまないといった声をたまに見かけますが、その真偽をこの実験で確かめていきましょう。最後に5つ目はクックベーキングドライイースト。製菓材料専門通販サイトコッタで見かけて購入した高級インスタントイーストです。パウダーフーズフォレストという会社の製品で、製菓材料やアロマコーヒーなどおしゃれなパッケージの製品を取り扱っているようですが、あまり詳しいことはよくわかりません。とにかく他より値段の高いこのイーストにはどんな違いがあるのか気になるところです。以上の5種類を使ってパンを作り比べていきます。こうしてイーストを並べて比較しただけで、色味や匂い、顆粒の大きさに違いがあることが分かりました。その辺の違いはマニアックな内容なので動画では割愛します。パン作りの教科書公式サイトの記事で詳細を解説しているので、気になる方は概要欄のリンクからアクセスしてご覧ください。それでは早速生地を作って生地感に違いがあるのか見ていきましょう。今回比較で作る生地の配合について先に説明しておきます。まずイーストの違いによる風味の違いが出るのかどうかを繊細に感じ取るために、使う材料はとにかくシンプルにしています。加えて生地感の差もしっかり見たいため、薄力粉を2割ブレンドして生地を少し弱めにしておきます。というのもインスタントイーストにはビタミン C が含まれていて、これには生地のグルテンを強化する効果があるからです。このビタミン C の添加率が違えば当然生地の弾力向上効果も変わるはずで、メーカーによってもしかしたら添加率が違うのではないかという推測のもと、その差を感じ取るためです。生地作りはパナソニックのホームベーカリービストロにお任せして進めます。非常に精度よくいいこね方をする機種なので、手ごねよりこね具合の誤差が出ないはずです。それでは早速それぞれの生地の違いを見ていきましょう。1つ目の赤サフ生地です。普段触っている感じの普通にいい弾力の生地ですね。続いて金サフ、こちらも大差ありません。スーパーカメリア、ホームメイドケーキ、クックベーキング、どれも弾力の強さに差はあまり感じられません。グルテン膜を見てみましょう。ご覧の通り、どれも指紋が透けて見える薄く滑らかな膜ができました。膜質の違いもあまり感じられません。ビタミン C の添加率はそんなに大きく変わらないのかもしれませんね。続いて発酵具合を見ていきましょう。まずは一次発酵の様子から確認しましょう。こね上げた生地を 25g 切り取ってビーカーに入れました。こちらが60分後の様子です。そして120分後、スーパーカメリアとホームメイドケーキの方がサフよりも発酵が早いという結果が得られました。もちろんこね上げ温度や発酵室内の温度差などあらゆる誤差の影響もあるかもしれませんが、とても誤差だけで生じる違いとは思えません。イーストの中には速攻型とか持久型とか、まるで陸上選手のように様々なタイプがあると聞きます。もしかしたらこれらのイーストもタイプの違いがあるのかもしれません。そして明らかに発酵が遅かったのがクックです。
一旦最終発酵の様子も見てみましょう。冷蔵庫でオーバーナイトさせた生地玉を丸め成形して30度で90分発酵させた結果です。やはりここでもスーパーカメリアとホームメイドケーキが一番早く膨らみました。試しにどれぐらい発酵時間に差が出るのか調べるため3種類は発酵を延長してみました。その結果、金サフは10分後、赤サフは16分後に同様の膨らみ加減に到達し、クックはなんと86分も延長して、それでも少し足りないぐらいでした。これらの結果から明らかにクックの発酵が遅いこと、そしてスーパーカメリアとホームメイドケーキは決してサフより発酵が遅いわけではないことが分かりました。ですが、この結果には一つ違和感があります。それは金サフより赤サフの方が発酵が早いことです。理論上、この実験で使った配合なら赤サフの方が発酵が早いはずだからです。実際に別の実験では毎回赤サフの方が発酵が早かったです。考えられる様々な誤差の要因については公式サイトの記事をご覧ください。それでは焼き上がりの違いを見てみましょう。こちらがそれぞれの焼き上がりです。すべて210度で16分焼成した結果です。まず明らかにクックの焼き色が濃く膨らみが小さいのがわかります。そして香ばしさもかなりはっきり体感できるレベルで際立っていました。発酵速度が遅いことで生地に糖分が多く残ったことが大きな要因でしょう。発酵とは酵母菌が糖を炭酸ガスとアルコールに分解する作用ですから、発酵が進むほど生地の糖分は消費されていきます。今回一次発酵は全て60分に統一して進めたので、同じ60分でも発酵がひときわ浅いクック生地に糖分が多く残ったのでしょう。糖分が多く残れば焼き色と香りの元となる化学反応メイラード反応もよく進むため、焼き色も香ばしさも向上します。けど最終発酵の時間を長く取りすぎたせいで生地のコシが緩みすぎて上に高く膨らむ力が不足してしまいました。一方でサフはスーパーカメリアとホームメイドケーキより発酵速度は遅かったのに、焼成による釜伸びはむしろ向上しているように見えます。まあこのレベルならオーブン庫内の温度差などによる誤差もありそうですが、最終発酵で同じ膨らみ具合になるまでより長く寝かせたことでグルテンの弾力が程よく緩んで膨らみやすい柔らかさになったのかもしれません。最後に肝心な味の違いを解説していきます。まずクック以外の4種類においてははっきりわかるレベルでの違いは感じられませんでした。イースト臭がきついと言われがちなスーパーカメリアも特に言及するほど不快なイースト臭は感じられません。ホームメイドケーキも同様です。スーパーカメリアは焼きたて直後の香りからほんの少しイーストの匂いのようなものを感じましたが、少し冷めたら全くわからなくなりました。気のせいだったのかもしれません。それ以外はクラストの香ばしさもクラムの風味も甘みの強さなども違いは感じられません。ですがクックだけ明らかに違いました。クラストの香ばしさはもちろんクラムの風味もより甘い香りが感じられ、甘み自体はそんなに増してはいないけどしっとり感が向上しているおかげか口どけがよく咀嚼によって甘みが増して感じられました。そしてもちもち感があります。しっとり感の向上は発酵速度が遅すぎて結果的に生地時間を大幅に延長したことが要因でしょう。もちもち感は膨らみが弱いことで生地の密度が増し、それがしっとり感と合わさった結果です。歯切れのいいもちもち感です。ですが風味の大きな変化はとてもメイラード反応の向上だけで得られる雰囲気ではないように思います。それはまるで星野天然酵母や塩麹を使ったパンとか予備発酵が必要なタイプのイーストを使ったパンなど明らかに味が変わる素材で作ったパンと似たような雰囲気を感じました。もちろんイースト臭も全く感じられません。今回の実験で初めて使ったもので、しかも商品の詳細がどこにも見当たらないので効果的な使い道は見出せていませんが、これでハード系とか作ったら面白いかもしれません。とにかく興味深いイーストですね。今回の実験でも分かった通り、イーストの発酵力の違いってすごく奥が深いんです。低糖生地では金サフより赤サフの方が発酵が早かったり、多糖生地だと逆に金サフの方が早かったり、同じ金サフでも使う糖分が砂糖か蜂蜜かの違いによっても発酵力が変わってきます。とにかくいろいろな条件が絡み合って様々な異なる結果が出るので、まだまだ検証の余地は残されています。次回は
赤サフと金サフの発酵力の違いについて深掘り解説する動画を投稿しますのでお楽しみに。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。